効率よくエアドロ狙い、差し値、両立て、低コストでボリュームを残すの巻。なんなんそれってことで、なんなんそれでございます。いや、以前ですね、ご紹介させていただいたフェニックスなんですけども、未だにね、効率よくエアドロップ狙いをすることができるという形になってますので、私のやり方をご紹介させていただきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。はい。それではですね、今回、フェニックス、こちらのね、プロジェクトをご案内させていただきたいと思います。以前もですね、ご案内をさせていただいているプロジェクトという形になってるんですけども、実際にやはり触ってみていいイベントが開催されているなというふうに思いましたので、私の方でね、再度ご案内をさせていただきたいと思います。総額約6000万円を配布、フェニックスのファイトクラブをエアドロ目線で解説ということで記事も書かせていただいております。こちらのね、記事に関しては動画の概要欄の方にいつも通り入れさせていただいておりますので、そちらからね、こちらまで飛んできていただければと思います。そしてですね、実際の触り方などは、こちらのね、以前の動画を見ていただければ、解説等をね、させていただいておりますので、ぜひね、こちらをご覧いただければと思います。本日はですね、実際に今私がやっているやり方を皆さんにね、共有させていただいて、損失を出さずにできるだけ取引ボリュームを取るというやり方をご案内させていただきたいと思います。まずですね、フェニックスのこのファイトクラブというイベント、これをですね、おさらいさせていただきたいということなんですけども、日本円で約6000万円を配布しますせというイベントでございます。1日あたり1万5000ドル相当を配布するということになっていて、開催期間は28日ということなんですが、実際にはね、8月23日までということになっているので、あと1週間ぐらいね、期間があるということでございます。毎日参加して、毎日ね、リワードをもらうことができるという形になっておりますので、再度ね、ご案内をさせていただきたいと思います。はい、そしてですね、フェニックスを選ぶ理由、こちらはですね、前回の動画でも解説させていただいたんですが、こちらのね、動画でも少し触れさせていただきますと、実際のね、USDC 報酬が手に入るというイベントでございます。しかも1日トレードしたら翌日にはね、すぐリワードが降ってくるというような結構速攻性があるイベントという形でございます。そして開発チームが強いということになっておりまして、実際に4000万ドル以上の資金調達を実施しているということでございます。パラダイムとかね、超有名どころの VC も入っているっていうところなので、プロジェクトとしては結構有望視されているというようなプロジェクトでございます。はい、それではですね、早速私がフェニックスのね、おさわりやっていきたいと思うんですが、こちらをね、タップして、フェニックスの方にね、入っていっていただければと思います。はい、それではですね、私が普段行っているやり方を解説させていただきたいと思います。本当はですね、2つ画面ここに収めた方が分かりやすいのかなと思ったんですが、どうしてもですね、文字が小さくなりすぎてしまうという形なので、本当はね、これを高速にやってるんですよっていうところをゆっくりね、ご案内させていただきたいと思います。まず、フェニックスの画面、こちら開いていただいているところあると思うんですけども、こちらでリミットを選んでいただきます。リミットを選ぶ理由としては、手数料がこちらの方が安いという形になっているので、差し値を入れていくということですね。で、差し値を入れていくのに使いたいものとしては、この MID というボタンでございます。こちらタップすると、今の BTC の価格、狙いやすいところに自動的に価格が収まるということになっているので、ここがね、変わっていく形でございます。差し値が刺されやすいところに自動で設定をしてくれるというものでございます。こちらができましたら、今度はいくら入れるか、これをね、入力していくっていう形なんですけども、例えば1000ドルぐらいですね、入れていくって形に設定をしまして、これでプライスオーダーを押していきます。はい。そうしましたら、通常はこちらにね、差し値が刺さるという形になってるんですけども、現在はすぐにね、差し値が刺さってポジションを持つことができたという形でございます。この確認ができたら、新しいね、ポジションを取っていくということでございます。はい。そうしましたら、もう一つの画面ですね。こちらに関しては、Chrome ブラウザーと別のブラウザーを分けてね、それぞれ開いているという形なんですけども、先ほど1000ドル分のロングが刺さった状態の時に、もうこちらでね、本当は1000ドル分ね、待ち構えておくという形でございます。はい。例えば今リミットになってますけども、こちら後から入れる方はマーケットにしておきまして、すぐにね、ちゃんと差し値が刺さるようにしたいということでございます。ここまでできましたら、こちらのプライスオーダーを押していくというところなんですけども、気をつけていただきたいのは、最初、フェニックスの方ですね。こちらに関しては、ソルをね、トレードする画面になっているので、ちゃんと BTC をトレードするようになっているかどうかっていうところを確認をしていただければと思います。差し値が刺さった後にポジションを持つ方は、マーケットでショートを打っていくということですね。だいたい1000ドルぐらいを打っていくという形で、確認ができたらプライスオーダーをタップしていきます。
はい、OK ですね。これでプライスオーダー両方ともポジションが刺さった形になっております。はい、それではですね、ここからは2つの画面で見ながらお話をさせていただきたいということなんですけども、もともとこちらでポジションを打つ指し値を入れました。指し値が入った後に、こちらで成り行きで今度はショートポジションを持ちました。ほぼほぼね、同じ金額が同量持ててる。ロングとショート同量持てているので、BTC の価格が上がっても下がっても損失を出さない状態になっているという形でございます。ここまでできましたら、今度はですね、こちらの×印のボタン、こちらのポジション画面のね、×印のボタンをタップしていただきますと、マーケットかリミット、成り行きか指し値かが選べるという形になってますので、マックスになっている状態、こちらね、マックスになっている状態を確認していただいて、リミットをタップしていきます。で、リミットタップしていただきましたら、こちらまた MID というボタンがありますので、こちらをタップしていただきます。そうすると、現在ポジションがね、指し値が刺さりやすいところに自動的に、ポジションを持ってってくれるということでございます。そうしましたら、今度はコンフォームですね、タップしていきます。はい、OK ですね。ここに今、指し値が出た状態になっています。この指し値が出た状態になったら、あとは待つということでございまして、もしですね、どんどん下がっていってしまった場合には、またポジションを持ち直すということでございます。で、こちらのポジションが刺さって、ここがね、消えた場合にはすぐにこちらで、成り行きポジションで解除していくということでございます。こちらのポジションを解除する場合には、オールクローズというボタンがありますので、こちらをタップしていただくて、こちらのね、オールクローズっていうボタンをタップしていただくと、自動的にポジションが解除されます。要は、指し値が刺さったらすぐに成り行きでもう一つの画面で入れて、ポジションを入れたり、ポジションを解除したりしていくという方法でございます。こうすると、指し値を使っている分、手数料が安く済んでポジションを多く残すことができるという方法でございます。はい。それではですね、ポジションをこちら指し値が刺さって解除されたので、そうしましたらこちらマーケットで全ポジションを解除していくという形でございます。すいません。こちらですね。こちらのクローズボタンを押していただきまして、オールクローズですね。こちらをタップしていただきます。で、ポジションを通す、トランザクションを通していただければ、これでこちらのポジションも解除ということですね。これが一つの流れになっておりまして、指し値でポジションを取る、そして成り行きでこっちでポジションを取る、そしてこちらで指し値でポジションを解除する、指し値を入れる、指し値が刺さったらこちらのポジションをまたすぐ解除するという形ですね。このようにですね、やっていただいた方が手数料少なくポジションを多く踏むことができるという形になっておりますので、皆さんもね、ぜひ参考にしていただければと思います。ただですね、一点注意していただきたいのは、例えば経済指標がね、出るタイミングとか、そういった時には、これをやってしまうと大きく価格変動して、こちらのね、ヘッジポジションが間に合わずに大きく損失を出す可能性があるということなので、必ずですね、これをやる場合には、落ち着いてる時、例えば土日の昼間にやるとか、明らかにね、BTC の値動きが少ない時にやるとか、こういったところは意識していただければと思います。これ結構ね、激しい時にやると危険なやり方にはなっているので、そこだけね、注意しながら、効率よくね、取引ボリュームを積んで、リワードの方ももらっていただければと思います。はい、それではですね、効率よくフェニックスを利用して取引ボリュームを残すというやり方に関しては以上という形になるんですけども、最後にお話しする前に、こちらの今のフェニックスのポジションに関してお話をさせていただきたいと思います。こちらのサイトに関しては DeFi ラマというサイトで、パーペチュアルデックスがどれだけね、取引されているかというところで、ランキングが表示されているものになっております。1位はね、ハイパーリキッドだったりするという形なんですけども、下の方にずらっと見ていただきますと、27位のところにね、ここにフェニックスが今いるということでございます。これいくらですね、エアドロップ狙いで USDC がもらえて効率がいいという話になっても、ここの順位がね、高すぎるとなかなかね、後々エアドロップが恩恵が受けられないケースがあるという形でございます。このね、数字を見てみると、フェニックスのはまだまだ発展途上で人が入っている量が少ない状態なので、私は今のうちから狙った方がいいんじゃないかなというところでございます。しかも今に関してはキャンペーンが行われているので、効率よく取引ボリュームを残せる、数少ない期間という形になっております。他にもね、いろいろエアドロップ狙いした人はわかると思うんですけども、こういう初期でね、恩恵がある時にどれだけ取引ボリュームを作れるかどうかで、後々のエアドロップが変わったりするので、私はね、今がチャンスなんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうところは、こういったところということでございます。フェニックス自体お話したように4000万ドル資金調達していて、なおかつね、パラダイムとかエアド
アドロップに強いような VC が入っているという形になっておりますので、まあね、みんな取引しないんであれば、私は、あと半年後にはね、相場の方も上向きになってくんじゃないかなというふうに予想しておりますので、それまでにね、フェニックスの仕込みは終わらせたいというふうに考えております。はい、それではですね、本日はフェニックスのイベントの再度のご案内と、こちらのね、イベントが、リワードがかなりね、即時性があってすぐもらえるようなものになっているので、私がね、実際にやっているやり方をご紹介させていただきました。当然ですね、普通に成り行きでやるより、めんどくさい作業が入るということなんですけども、やはりどれだけ効率よくポジションを持って取引ボリュームを残せるか、これがですね、エアドロにとって非常に大事になってくるというところになっているので、まあ、他の人がね、ちょっとめんどくさくてやらないようなことで効率が良くなるんであれば、私はね、やっていただいた方がいいかなというふうに思っております。はい。それでは、フェニックスのエアドロップがたくさん降ってくることを願いながら、私と一緒に仮想通貨の世界を楽しんでいきましょう。ではまた。